フリーフロー、独自のスイッチと薄型の筐体にガスケットマウントをはじめとする衝撃吸収機構を積み込んだロープロ界の長寿なのだ。以前提供してもらってからずっと使ってるのよね。もうメインのキーボードは完全にフローで固定されてしまってドハマりしてると言っても過言ではないのだ。ロープロっていうのがまた使いやすいのよね。だけど当然欠点や物足りない点はあって、まず値段が高いこと。新品で2万円前後とあって気軽に手を出しづらいのだ。エレコムなら1000円で買えるのになんで2万円出すんだってね。価格的なハードルはやはり高めなのだ。そして 2.4GHz 通信がないこと。これは人によりそう。絶対いるのだ。そう。まあ実用上 Bluetooth は他のデバイスと干渉したり接続が不安定、面倒、入力の遅延もあるのでゲームにも使いづらいなど欠点が多いので 2.4GHz 通信は必要なのだ。そう。あとは配列の問題。英語配列しかないので慣れない人は辛いのと、キーの割り当て変更もできないのだ。日本語配列じゃないとダメって人も多いし、そういう点でもハードルが上がってるのね。というわけでそのあたりの欠点をもろもろ克服したロフリーの新作キーボードロフリーフローライトをレビューしていくのだ。今回もロフリーさんから提供していただいたわよ。始まりとしては少し前に発売されたロフリーエッジくださいってメールを送ったら、それじゃなくて新作あるよと言われ、そこで前回の動画で言ってた欠点を克服したキーボードが出てきたので本当に驚いたのだ。言ってみるものね。2つ返事で OK して送っていただいたのが今回のライトなのだ。というわけで今回はロフリーフローライトが通常のフローとどこが変わっているのか、次の章からはその打鍵感、使った感想、ユースケースに迫っていこうと思うのだ。行きましょう。まずは開封していくのだ。というわけで今回は3色あるうちのホワイトとグレーを送ってもらったのだ。前回は白と黒の2色でしたわね。ライトでは白とグレーとピンクの3色になっているのだ。ピンクが出たんだ。後ろでは箱が出てきたのだけど、前のかなりしっかりした箱よりも段ボールの感触が強くなっていて、こういうところでもコストダウンしているのがなんとなくわかるのだ。削れるところを削ろうっていうのは好印象ね。肝心の箱を開けていくと、緩衝材の黒いシート、説明書、本体、USB ケーブル、以上3点なのだ。前回同様シンプルね。相変わらずおしゃれなのだ。ここで初めて本体を持った瞬間に明らかにフローより軽い感じがしてちょっと驚いているのだ。そういえばアルミ筐体じゃないのね。詳しいところは次の外観のショーで見ていくのだ。はいはい。そしてケーブルの色も黒だったのがグレーに。ケーブルはあんまり上質って感じがしないわね。今回は 2.4GHz 通信もあるのでケーブルに関してはそこまで気にしてないのだ。まあ元より充電専用みたいなところあったしね。と中身はこんな感じなのだ。外箱がコストカットされてるなってくらいで、中身自体はあんまり変わってなかったわね。次の章からは本体を詳細に見ていくのだ。というわけでフローの外観を思い出しながらライトの外観を見ていくのだ。よろしく。まず全体の外観は前作と比べ高級感は抑えめ、アルミ筐体から ABS 樹脂になったので、ある意味普通のキーボードに近づいた見た目になったのだ。よくある 75% キーボードって感じよね。左上にはロフリーの丸っこいロゴもあって、見た目はかなりカジュアルになったと思うのだ。右上には金色の音量ホイールが追加され、音量調整がやりやすくなったのだ。このホイールのおかげで高そうなキーボード感が残ってますわね。ホイールの色は黄金よりも少し白みがかっていて派手派手って感じではないのだ。ギリギリ調和してる金色よね。ホイールの隣には LED があって、こちらは有線接続した際に光るライトになっているのだ。次はキーキャップ。こちらは前のフローのホワイトよりも寒色寄りの色で、比較するとより白っぽいのだ。色もそうだけど印字の位置も中央から上になってるわね。上にあるおかげでキーキャップをはめるときに向きがすぐわかるので、上にあるのは便利なのだ。そしてファンクションキーなどの複数マークのあるものは縦並びから横並びに、そして印字もプリントから LED で光る透過になっているのだ。光るんだ。光るのだ。 LED 全般に言えるけど、明るいところよりも暗いところに置くとよりかっこよく見えるのだ。明るいところで見てもなんか微妙だしね。ホワイトなら大して問題ないけど、グレーも同じように白くしか光ることができないので、明るいところだとダサく見えるのだ。まあミスマッチというか使い分けは大事よね。気に入らないなら LED のオンオフはできるのをおすすめするのだ。キーキャップの材質は変わらず PBT で、触った感じもしっとりとしていて変わらず良きなのだ。打鍵感に関係するところだからキーキャップがそのままなのは嬉しいわね。若干触り心地が違う気もするけれど、長時間使ったものとの比較なので判別はしづらいのだ。それでも大差はないけどね。次は裏面。前の金属でできた足から1段階の可動脚に変更されたのだ。ここも前から高さ調整はできないのかって言われてたポイントね。足にはかなり柔らかいゴムが採用され、軽い力でも取り出しやすくなっているのだ。前は固定の、それも結構独特な形状だったから賛否あったわね。
フローにあったような段差もなくなり、足が収納できるのもあってちゃんと平らな裏面になったのだ。裏面には 2.4GHz 用のドングルも収納されているのだ。ついに登場ね。これがアルトナイトでは大違いなのだ。ドングルはちゃんと収まっているけど取り出しづらいわけでもなく、しっとりと取れるのだ。しっとりってどういうことよ。しっとりはしっとりなのだ。というか相変わらず全体的に質感がしっとりしてるのだ。これは実際に見て触って初めて感じられるところだから伝えるのが難しいわね。ゴム足は下に2つ、上側はゴム足の裏に出っ張っている2つで四方にあるのだ。ちゃんと足がしまわれてる時もゴムがつくように作られてるのね。最後にエッジ。フローはケースの角が立っていたのに対し、こちらはとにかく丸くなっているのだ。アルミで角張ってたから余計に違いが目立つわね。持った時も角を感じることはなく、より柔らかい印象が増しているのだ。そして電源ボタンは黒いものから筐体と同じカラーに。これって 2.4GHz 通信はどこでするの？一番右の無線のところでできるのだ。Bluetooth と共用なのね。そしてタイプ C コネクタは奥まった位置から筐体より少し奥の位置になったのだ。これはスイッチも同様ね。この位置まで来てくれたおかげでマグネットコネクタが取り付けられるようになったのだ。それは嬉しい。コネクタ周りにスペースの余裕があるとケーブルとかコネクタの制限が減っていいのよね。多分そこまで考えられてはないと思うけど、個人的にかなり大きな変化なのだ。そしてグレーはというと、茶色みの薄いココアみたいな色というのが正直な印象なのだ。少し赤みを感じるグレーよね。特にキーキャップはグレーと茶色の中間って感じなので、グレーらしいグレーだと思わない方が良いのだ。とここまで外観を見てきたのだ。アルミから ABS に変わったことで高級感は抑えめになったけど、人前で使うハードルは大きく下がっていて、角が取られ丸みのあるカジュアルなデザインになったのだ。そして可動脚が追加され、裏面が平らになったことで持ち運びやすくもなったのだ。全体的に外で使いやすくなるような変化が多かったわね。外では Bluetooth、自宅では 2.4GHz みたいな使い分けもできそうで可能性が広がるのだ。だけど当然好みもあるし、見た目の高級感と意識高い感じは比例するので、そこはどうしようもないのだ。高級感で言えばが全フローの方があるしね。次は機能面での違いから前作との違いに迫っていくのだ。ここでは機能というよりフローとライトの違いを見ていくのだ。ざっと変化を挙げるとこんな感じ。結構多いわね。まず何といっても 2.4GHz に対応したことが大きいのだ。そんなに大きいかしら。かなり大きいのだ。 Bluetooth で接続争いしなくてよくなるし、スリープからの復帰も早いし、文字入力でも通信の不調で文字が抜けることもなく、遅延も少ないからラキ取りが必要ないゲームなら普通に使えるし、とにかく便利なのだ。ゲームにも使えるの？まあゲーム用のキーボードを使うのが賢明だけど、フロー、ライトだってアクチュエーションポイントは 1.3mm くらいと短めだし、確かに短めだけど、毎回別のキーボードや線を引っ張ってきて接続するよりは断然楽なのだ。そのあたりを省けるのは確かに大きい。そして次は荷重の軽量化。荷重に関しては言及が多かったものね。ゴーストは 50GF とそこそこ重めで、使い慣れないと長時間のタイピングで疲労がたまるのだ。それが今回 40GF になったことで入力に必要な力が小さくなり、疲労が大きく軽減されるのだ。箱出し状態だとまだこなれてないから、使い込めばもっと軽くなりそうね。特にうちの投稿主みたいに一日中キーボードを打ってる人間からするとかなりありがたい変更なのだ。荷重の大きさが疲労に直結するからね。正直キースイッチの中のバネを変更しようか本気で考えていたほどなのだ。そこまで。それほど今回の変更は寝耳に水というか棚ぼただったのだ。次は本体の軽量化なのだ。フローが実測値 605g、 ライトが 558g なのでその差は実に 47g なのだ。なんか思ったより軽くなってないわね。もともとアルミなので実はそこまで重くないのだ。確かに。だけど丸みを帯びてプラスチックの感触になったので、持った感じは数値よりずっと軽く感じるのだ。そこは見た目による心象もあるんでしょうね。そういう意味でも持ち運びやすさは上がってるのだ。そして今回ライトでは専用ソフトウェアが用意されているのだ。ソフトウェアも欲しいって言われてた要素ね。内容はキーボードでよくある機能が揃っていて、キー割り当て、コンモキー、メディアキー、マクロ、光り方変更、そしてポーリングレートやライトを消すまでの時間設定などができるのだ。よく見るやつね。ちなみに音量ホイールの割り当て変更はできず、マウスカーソルをキーに割り当てみたいなものもできないのだ。よくあるソフトウェアの域は出ませんわね。その中でも面白いと感じたのは光り方で、7種類の光らせ方が可能となっているのだ。8種類じゃなくて？今見えてる一番右下のこれがどうやっても光らなかったので実質7パターンなのだ。なるほどね。見たところそこまで面白い光り方はしてないと思うのだけど、どこらあたりが面白いの？まあなんというか、ロフリーがこんな勢いで光ってる様子のシュールさで笑ってしまったのだ。いや確かに光るおもちゃみたいな光り方してるけども、あと何気にポーリングレートを変更できるのだ。需要あるのかしら？そこはわからないのだ。
というわけで打鍵についての章に入るのだ。論より証拠、死のもの言う前にまずは打鍵音なのだ。今回は最初から静音リング付きの音も録音してるのね。底打ち音は周りに人がいる状況では確実に気になるレベルでするので、今回もつけたのだ。気持ちの良い音だけど相変わらず控えめな音量とは言えないわね。聞いた感じだとライトの方が少し高めの音かしら。打鍵感は単純にフローのキーを少し軽くしたものとなっているのだ。それ以外の大きな変化はない。相変わらずまっすぐ沈む軸ブレのなさも残っているし、感じられる範囲だとなかったのだ。アルミから変わってもそれだけだってことはある意味すごいのかしら。一つ気になったのはガスケットマウントの柔らかさ。というと通常のフローは思いっきり押し込んで沈み込みがわかる硬さなのに対して、ライトはそこまでの力を加えずとも目に見えるくらい沈み込むのだ。確かに沈んでますわね。この硬さの違いで打鍵感が揃えられてるかは全く定かではないのだけど、なるべく近づけるための工夫や調整はありそうなのだ。ロフリーならやりかねないという信頼があるしね。あと違いがあるとしたら打鍵音なのだけど、ちょっと高い音になってるしね。とりあえず何が違うのか調べるため、まずは一番ありそうなキーキャップを交換してみるのだ。よろしく。というわけで O のキーキャップだけ交換して打鍵するのだ。周りと比べて少し高い音が抑えられてるかしら。断言はできないけど、音の違いは割とキーキャップによるかもしれないのだ。ずいぶんふわふわした表現ね。いやまあ打鍵音とか打鍵感って個人の感じ方によるところがかなり大きいし、それぞれのスイッチや個体ごとの差もあるから断言もしづらいのだ。なるほどね。という感じでロフリーフロー特有の打鍵感の良さは保たれつつ、より軽い荷重になって長時間のタイピングもやりやすくなっているのだ。ロフリーリニア軸の選択肢が増えたのも嬉しいわね。こういうところも確実にユーザーの意見を集めて、それを反映している結果なのだ。最近はユーザーの声がしっかり届くことも増えたわね。というわけで次は使った感想をつらつらと語る章なのだ。そして使った感想なのだ。最高なのだ。今回はベタ褒めよね。前回の動画を見てもらえばわかると思うのだけど、これまであった不満のほとんどに応えてくれてるのがこのライトなのだ。そういうのが欲しかったって要素ばかり追加されてるものね。特に嬉しかったのがスイッチの軽荷重化。荷重の大きさは疲労に直結する要素なので、これが軽くなるだけで作業効率も変わってくるのだ。これのおかげで今回の動画の台本作成がはかどって、
個人的にこれだけでも大満足なのだ。そこまで。スイッチを謳歌する時の力が小さく済むので、底打ちの固く跳ね返る感触もマシになってるし、もっと使い込めばフローよりずっと良い打鍵感になると個人的に思うのだ。必ずしも欠点っていうわけじゃないけど、今回のスペクタースイッチは間違いなく望まれてたからね。荷重もそうだし、2.4GHz 通信に対応したおかげでわざわざ線につなぐ必要もなくなったし、たまに不安定になる Bluetooth の通信をしなくても良いし、見た目もおとなしくなったから職場でも使いやすいし、可動脚になったから持ち運びもしやすいし、とにもかくにも欠点を克服した現状自分にとって理想的なキーボードと言っても差し支えないのだ。まあ大抵の欠点は消えてるし、そういう評価にもなるのかしら。さらに素晴らしいのが値段なのだ。通常のフローより安いのよね確か。今は予約をしていて、その価格なんと69ドル、日本円にしておよそ1万円なのだ。安すぎない？いや普通の人からしたらキーボードに1万円は間違いなく高いんだけど。もともと前回フローを提供でもらった理由って、自分で購入するにしては高いっていうのが初めにあったのだ。それはそれでどうなのよ。だけど今回のライトの価格であればまだ手が出せる価格だし、フローの価格を踏まえると明らかに割安なのだ。まあこっちの方が取り回しでは上だろうしね。アルミ筐体という強みはもちろんあるんだろうけど、ある程度持ち運びする前提で使っているので、こっちの方が使いやすさという意味では上なのだ。廉価とはいえ新製品だしね。予約が終わると129ドルとなって1万7000円くらいになるらしいのだ。そうなるとフローとあんまり変わりませんわね。まあフローも結構な頻度でセールしているので、おそらくライトもタイミングを見計らえば1万5000円くらいで買えると思うのだ。そのくらいでようやく手が出せる範囲って感じしますわね。あとこれまでは底打ちの衝撃緩和のために静音リングを常につけて使用したのだけど、荷重が軽くなって底打ちの衝撃も比較的マシになったので、元の状態のパチパチとした打鍵音を聞きながら作業できるようになったのだ。周りに人がいないこと前提だけど、なかなか小気味良い音なのよね。自分の打鍵している音を BGM に作業して、その生の BGM を聞くために作業するというコンボが可能なのだ。まあイヤホンつけないことが前提だから雑音も入りまくるけどね。それはそれなのだ。という感じで、個人的には荷重が軽くなったこと、2.4GHz 通信ができるようになったことが本当に嬉しくて、なおかつ値段も現実的な範囲になったので、提供品だけど大満足のキーボードなのだ。少なくとも上質な日常使いキーボードといったら真っ先に候補に上がるくらいな感じがしますわね。ということで最後にまとめなのだ。フローの後継機で荷重、足、コネクタ、通信方法、重量、価格のあらゆる面で改善がなされたキーボードで、日常的な使いやすさが格段にアップしているのだ。前の高級感強めなモデルからより実用的なモデルに変わったわね。特に一番のハードルである価格も改善されたので、より手を出しやすくなったのだ。限られた期間とはいえ1万円で買えるのは破格よね。69ドルで購入できるのはキックスターター初日の9月19日22時からの24時間限定となっているのだ。かなりの短期間ね。その後は79ドル、89ドルと10ドルずつ値段が上がっていくとのことなのだ。どうせ買うなら早めの方が良いわね。まあ定価が129ドルなことを考えると、69ドルで買って売ってもプラマイゼロくらいにはなると思うのだ。そう思うと転売がちょっと怖いわね。それに関しては別に在庫が絞られているわけではないのと、普通に発売してしばらくしたらセールもあるだろうし、転売は発生しづらいんじゃないかなと考えているのだ。別に限定品ってわけではないしね。あとは T スイッチの単体販売について、これは特に気になる人が多そうね。ライトに元からついているゴーストの軽荷重版であるスペクター、そして初の静音スイッチであるヘイズが新たに発売されるらしいのだ。静音スイッチ出るんだ。一応スイッチも割引販売するらしいのだけど、価格を完全に決めきれていないらしいので何とも言えないのだ。いろいろ試したいからそこまで高くないといいのだけど。あとはゴッホモチーフのキーキャップが出るとか、まあいろいろなのだ。興味ないとこだからって雑になってるわよ。まあ今回のライトはフローよりもずっと使いやすくなっていると思うので、69ドルで予約するのをおすすめするのだ。なんかうさんくさいわね。本当にそれくらいおすすめできるキーボードなのだ。まあ良い意味で価格と中身が釣り合ってないのは確かね。以上なのだ。今回はここまで。これからもこのチャンネルではいろいろなデバイスを紹介していきますわよ。リクエストも受け付けているので、レビューしてほしい商品があればコメントに書いていってほしいのだ。商品提供は Twitter の DM で受け付けていますわよ。それではここまでのご視聴ありがとうなのだ。チャンネル登録、フォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしているのだ。またね。